今ガソリンスタンドに来てるんですけど、結構車がたくさん並んでます。モスクワのガソリン給油に制限があるということで、ここ最近ですね、巷でニュースが流れてますね。ドローン攻撃があって、その製油所が、壊されたことによって、首都モスクワ、ここ首都モスクワですね、でさえですね、ちゃんと給油ができないという状況になっているという、ニュース記事をね、私も、ちょっと見ていて、日本でも報道されているようで、どうなってるのと、大丈夫っていう問い合わせも来たりしてるので、状況をお伝えしたいと思います。で、私はね、この状況について別にちゃんと調べてるわけじゃないので、現地で今どんな状況かっていうのをそのままお伝えするんですけど、昨日の夜ですね、給油しに行きました。モスクワの南の方のガソリンスタンドでできました。30リットルぐらいかな。特に制限はなくガソリン満タンにできたんですけど、普段より若干混んでるなっていう感じがありましたね。何リットル入るのかちょっと見てみましょう。今9リットル、10リットルですね。で、混み具合はこの程度です。3、4台並んでる。前列3、4台並んでる感じで、めちゃめちゃ混んでるわけではないです。さあ、18、19、20、あれ ?20 リットル以上入るな。なんか制限があったっていう話はどうなる？これだったら入れちゃいます。で、今朝ですね、今ホッケー終わったとこなんですけど、周りのロシア人とかに聞いてみると、俺が行ったガソリンスタンド4軒回ったけどどこも空いてなかったよと、要は壊されたプラントから買っている、ガソリンステーションですね、そこではもう給油ができなくて、ガソリンがあるところは値上げしてるという話を聞いてます。というわけでね、今からちょっと街中行きますので、実際ガソリンスタンドどうなってるのかっていうのもね、見ていきたいなと思います。こちらですね、空いてますね。1リットル73ルーブル。そうですね、だいぶ高くなりましたね。前は本当に50ルーブルとか、そういう時代もあったので、73ルーブルということで、約140円ですかね。若干高いですけども、ただ特に並んではいないです。で、今日は日曜日で現在11時ですね。もう夏になって今日は快晴ですかね。最高の天気の日で、静かな朝ですけれども、街中はこんな感じです。要はそのドローン攻撃があるとはいえですね、製油所だったり、特定の施設への攻撃だったりになるので、そのバンバンとね、民間の建物が壊れているわけではないので、普段生活している上で何かそのたくさんね、ドローンが落ちてきているとかっていうのを感じることはないです。空襲警報とかも別にないので、もちろんこれからどうなるかは分かりませんけども、今のところはまだ別に日常生活でそのドローン攻撃がたくさんされているっていうのを実感するっていうのはないです。で、今回この右にあるのがガスプロムですね。で、夕方のガスプロム、ここは混んでないな。昼来た時はね、3、4台は並んでたかな。あれでもガソリンあんのかな、そもそも。あれコーンが立ってて値段のところ00になってるんで、うわー、ないんだ。ないですね。じゃあなくなっちゃったのかな、今日の分が。そういうことか。ってことはそのうちストックがなくなるってこと？今のうちに入れてこないと。だからみんな並んでんのかな。これはちょっと困るな。ちなみにこれの撮影日は26日かな。
6月の26日、生成工場に、ドローン攻撃があったという報道がされてから数日経ってますけど、こういう状況ですね。状況がちょっと悪くなってきてるのかな、わかんないですけど、ちょっとね、まだ全体的なことは言えないので他のところも見てみますけど、やっぱりその、ガソリン不足っていうのが発生してますね。先ほどの続きですが、タタールスタン共和国のタトニエフ基地、に来てみました。やってんのかな。ないですね。00って表示されてて、ディーゼルあるんだけどガソリンがない。やばいじゃん。ここにもロスネフチがありますけれども、ここはガスあるのかな。なんかいつもと様子が違うぞ。閉まってる。なんで閉まってんの。やってない。やってません。ここもやってない。コンビニだけやってる。これ自分も並ぶ羽目になりそうですね。明日の朝並ぼうかな。さあ、今朝は6月27日朝、7時20分。日曜日の土曜日の朝ですけど、給油できるんでしょうか。土曜日の朝なんでね、人は車は少ないですけど、並んでますね。ドローン攻撃から1週間が経って、もうそろそろガソリンがないので並ばなきゃっていうところですかね。自分はね、給油口が右側で、右側の人が少ないんですかね。待ち時間若干前の人より短めです。で、今多分待ってるのが10分ぐらいなんで、そこまで、待ち時間長くないですね。人追加で燃料タンク入れてましたね。スタッフが入れてくれて、あともうすぐに支払い行ってって言われてますね。リッター70ルーブルですね。廃屋で。で、レギュラーが65リットル。ちょっとガソリンタンク持って、どうなんだろう。脱出すんのかな。一応、給油できましたけども、もうこうなってくると余計な移動やめようってなってきますね。フクオイルっていう大手の会社ですけど、ここは20リッターまでですね。なんで、もう並んでますけど、一軒一軒早いですね。20リッターじゃね、大きめの車は全然足りないと思いますけどね。アウディはさっき1回出たのにまた入ってきてるんで、おかわりしてますね。入れられるうちに入れるっていうことですかね。そういう人もいるんで余計混んじゃうんでしょうね。はい、というわけで今日は、スタジオに来てます。これはですね、ロシアのテレビ番組、YouTube 番組で、外国人を紹介するってものなんですけど、別にね、ガチのプロパガンダ番組とかそういうわけじゃないんで、いいでしょう。やっぱね、ロシアのこと聞かれたら、ね、悪くは言えないし、やっぱいいところにフォーカスして話すようになっちゃうんで、そうするとね、なんか、ロシアの肩を持つじゃないですけど、宣伝っぽくなっちゃうようなところもあって、どうなのかなと思いつつもね、別に嘘ついてるわけじゃないんで、いいかなっていう感じですね。7月2日です。例の製油所が壊された話から2週間近く経ってますけれども、ここですね、ロスニエフチに長蛇の列ができてますね。ここは列長いな。いやー、さっきもちょっとね話を、他の人から聞いたんですけど、彼は全然、ガソリン見つけられなかったと。ですごいストレスを抱えてるっていう話をしていて、いやー
まずいですね。産油国が、輸入しなきゃいけないという状況で、情けない状況です。ガソリンの状況ね、モスクワのガソリンの状況1週間ほど、撮り続けてレポートをしてきたんですけど、結局まだですね、忙しくて動画作れなくて撮りたまってる状況になってるんですけど、結論としてはね、ちょっとね、日々だんだんちょっと厳しくなってきてるかな。要するにガソリンスタンドに並んでる列の長さがですね、日に日に長くなっている感じですね。それとここ最近はですね、会う人みんなに言われます。車乗る人全員がこの話題をしていて、昨日もですね、給油したかったけどできなかったと、いうことを言ってる人が、2人いましたね。で、なんか車を控えて、歩いて移動したりとかね、そういうことを、無意識にかもしれないですけど始めているようでした。いずれにせよですね、まだそんなにクリティカルな状況、めちゃくちゃ長い列があってもう本当にいられないという状況までにはなってないんですけれども、日に日にちょっとこうですね、並んでる量が増えてるなっていう感じですね。10代15代ぐらいかな、マックス20代とかそのぐらいのイメージですかね。本日7月3日です。状況をレポートしました。今日のガスプロムですね、あんまり車がないように見えますが、売ってますね、ガソリンね。そこまで並んでないですね。売ってるのは92、要は、レギュラーだけですね。レギュラーだけですけど売ってますね。で、そこまでは並んでなかったですね。1列5台ぐらい。なのでやっぱムラありますね。こちらのタテネフティ、ガソリン全部売ってますね。で、1台ぐらいしか並んでないです。こういうマイナーなガソリンスタンドもあるんだなっていうことですね。だからやっぱ全然なくなってるわけじゃなくて、探しゃあるっていう感じなのかな。はい、というわけで7月4日土曜日の午後13時33分、ロスニエフティに並び始めます。こちら価格です。ロシアってアメ車あんまりないんですけど、珍しいですね。これは警察のトレーラー。これ給油口開けてもらうだけでこの待ち時間っていうのはすっげえ無駄っすね。これ実はすごく効率の悪いやり方をしていて、給油する人とキャッシャーが分担できてないんですよね。まず車を止めて、キャッシャーに行きます。で、キャッシャーで受付で、今から2番の給油口を開けてくださいって言って給油して、それからまたキャッシャーに行って支払いして、それで出るっていう形になるんですね。だから実際にはガソリンを入れてないアイドリングの時間っていうのがたくさんあって、その間後ろの人は待たされるわけですね。もちろん人件費削減にはなってるんでしょうか。この給油するスピードっていう意味ではすごく効率が悪いので、こういった状況の中では非常に効率悪いなって思います。というわけでね、給油できましたんですが、今ちょうど16時なんで、結局20分以上時間使ったのかな。33分ぐらいから並んでたんじゃなかったっけな。なのでなんだかんだ、25分ぐらい時間使っちゃいました。以上、ロシアの給油状況ですね、現状。今回ですね、ガソリンの給油に制限が出てきたということで、初めてではないですけども、かなり、直接物理的に私たちの生活に影響が出てきたなというのを実感するところですね。
調達がちょっと難しくなるとか、インターネットのアクセスが難しくなるとか、そういったところだったんですけれども、今回ね、実際にロシア国内での生活において物理的に、ガソリンが手に入りにくくなって移動に制限が出てくるとか、そういったものを身近に感じるようになってきてますので、そこは大きな違いですよね。ただ現状においては、さっきも言ったように、全然ガソリンがないとかそういうことではなくて、パニックになってるわけでは全然ないので、現状はロシアはモスクワの状況っていうのは、そういう感じだっていうことですね。その他モスクワでの日常生活の概況についてなんですけども、特にデータ見てるわけではないんですが、実感としてはですね、経済的には、どんどん厳しくなっていて、物の値段は上がるし、収入源、収入機会は減る、市場は小さくなる、ということで、厳しいは厳しいです。ただし、これも世界中どことも一緒なんですけど、二分されてます。軍事関係の人たちはめちゃめちゃ需要があって、いろんな補助金とかも入ってきて、もちろん兵隊たちは、給料ももらえて、たくさんのお金が入ってくるという状況ですね。いろんな資源に物を使いますので、そこでお金が使われていくと。一方で軍事関係ではない、民間に関してはどんどんお金を吸われて、それから市場も小さくなって、生活が厳しくなるといった状況で、ウハウハの人たちとそうじゃない人たちで二分化されているというのが状況です。これは別にロシアだけに限らず、ヨーロッパでも、世界中、そうだと思うんですけれども、軍産複合体、が儲かってそれ以外のところが儲からないというような、状況になってますね。どんどんね、締め付けが厳しくなってますんで、私もこれ以上あまり発言しない方がいいのであまり多くは語りませんけれども、天気はいいです。目の前に、三角の屋根の建物が見えてきましたけれども、あちらが、いわゆる、クレムリン、モスクワ中心の、城塞、中には大統領府があると。そして赤の広場があるところになります。モスクワの中心からお届けしました。モスクワは燃えているか、モスクワはまだ燃えてませんというのが、現状ですかね。さっきはちょっと表面上の話でしたね。ちょっと表現に、誤りがありました。モスクワは燃えているか、モスクワはまだ燃えてません。表面上はということですね。さまざまな経済的な統計、人口的な統計等を見れば、燃えているというような考えがいるんじゃないでしょうか。